こんにちは、ゆうまです。今日は夕方にまた来ました。本当今日休みだったんですけど、ちょっとやることが多すぎて、時効部に来るのは夕方になっちゃいました。で、今から昨日夜にね、このパッキンやらの汚れをバーって削り取ってっていうのをやったんで、今日はいよいよここから前のシャシ、足場部分の型取りなんかをやっていこうかなと思います。もうなんか休日も出勤の日もこれ着てやってるって感じです。めちゃくちゃ調子いいんで OK なんで、この前の部分のところの形を取り、であとここのタイヤハウス周りの形を取り、で最後後ろのところの形を取ってっていうのをやろうと思います。段ボールかプラダンに、書き写していこうかなと思います。でこれができたら、この鉄板亜鉛メッキがしてあるって野村さん言ってたんですけど、結構1枚でもそれなりに重い。10キロ弱ぐらいはありますかね。多分900の1800だと思うんですけど、を5枚、これを前から後ろまでずっと敷いて、その上にコンパネっていう感じになるのかなと思います。その前にここの中を、高圧洗浄機で洗ったりとかもやるんですけど、まずは型取って、今日高圧洗浄機までやれたらいいなと思ってます。では作業開始。ちょっと野村さんとミーティングをしまして、作戦変更でございます。今日はヒーターを取っちゃいます。ヒーターっていうかプレヒーターですね。プレヒーターが、ここにあって、でヒーターがそっから出てたんですけど、このヒーターを、リアのヒーターを取っちゃって、僕 FF ヒーターをつけようと思っているので、こいつらが邪魔だし重さがあるし、チューブがちょっとグリグリあちこち張り巡らされてて煩わしいし分かりにくいんで、今から取っちゃって、でそれからこのシャシーを洗うっていう感じの流れになると思います。じゃあちょっとさっときれいにして取り去っていこうと思います。 OK、 let's do it。さて、結構大変だったんですけど、このいらないヒーターの、温水を巡らせるこのケーブルのシャシーに止まってたんですけど、これを全て外し終わりました。あとはこれを引き抜いて、あっちで結合させて引き抜けば、このなんかあっちゃこっちゃいろんなものがあってよくわからないみたいなのがなくなるかなっていう感じです。でそれに伴って、燃料がこのプレヒーターの方に供給されてたんですけど、それのこのパイプ、これなんですけど、これも全部ナットで止まってたものを外しました。でそれが終わればこのプレヒーターさんもおさらばできるので、おさらばしちゃいたいなと思います。
なんでこっからはちょっと今日はやめておいて、もうこのぐらいにして一旦帰ろうかなと思います。お腹も減ったんで、今日はちょっと休みなので久々にちゃんと自分を愛するご飯を作ろうかなと思います。よかったら見てってください。お疲れ様でした。ほい、家に帰ってきました。あ、これ回ってたんですよ。ちゅうわけで、この作業着から着替えて軽く料理していきたいと思います。 OK, let's do it. ほい、またこの作業着は後で着るんだよね。置いといて、エプロンして、なんかこのエプロンしたら頭にかぶってる頭巾がよりなんかおばさんチックな感じになりそう気がします。 OK、 手洗ってやっていこうか。米を炊いていくんですけど、今米は僕は玄米を食べてます。さっき研いどいたお米を圧力鍋で炊いていきます。これは平和っていう、今だと鋳物屋っていうんですかね、鋳物屋の圧力鍋、なんかもう死ぬまで使えるみたいなアルミでできた圧力鍋なんですけど、これにちょっとだけ、本当は玄米浸さなくてもいいんですけど、今回浸したバージョンをちょっとやってみたいなと思って、どのぐらいだろうな、半日ぐらい朝浸したんで、今は6時でしょ、ほんと半日ですね。浸した玄米なんで少し水は少なめに設定してみようと思います。1合に対して 160ml なんで、普段だったら 480ml だけど水に浸してたんで450でいってみましょうか。450、いやなんか少ない気がするな。もうちょいで、塩をいつも小さじ1/2ぐらいですかね入れて混ぜて、はい、でこっちには外鍋には 540ml 水を入れると。でここにセットしてで重い炎盛りをつけて火にかけていきます。ちなみにこれは今日朝作ったおからですね。昼作ったおからです。もう社長と会長とあと事工部の野村さんに分けたんですけど、とてつもない量でしょ。この中が本当混ぜるの大変なくらいの量でやっとここまで減ったんですけど、 OK。 じゃあこいつは後で食べてみましょう。じゃあご飯を火にかけていきます。ここのねいろりはめちゃくちゃ火力強いんですよ。こっち見てもらうと分かるけど、こんな火力普通のねご家庭じゃないですよね。すいません、ちょっとおからをかき混ぜるのに汚くなっちゃってますけど、普段ちゃんときれいにやってるんですよ。これとさっき今日6月2日ってことで陸奥の日ということでお魚の陸奥をいただきました。
おっと火がついてた、危ない危ない、燃えるっちゅう。お魚のムツいただいたんで、ムツと、朝買ってきたこちらの厚揚げといただいていこうと思います。いやー、それがめっちゃかっこいい。あー、やった、揚げたて。うわ、すげえ、うまそう。持てない。あとはお味噌汁も合わせて作っていこうと思います。今日激安だったカブ、半額になってました。カブと、俺カブの味噌汁大好きなんですよ。と油揚げ、そして吉川豆腐店のお豆腐から、だしはこれ煮干しと煮干しと昆布のだし取ってあるものでやっていきます。あー、うまそう。昆布まで入っちゃった。昆布さんはもう一仕事してもらいます。じゃあカブさんから。僕は基本的にあんまり皮は剥きません。めんどいっていうのと、栄養があるよねっていうのとで、あんまり皮は剥きません。うるさくなってきた。はい、うるさい人はこの人ですね。お米が沸騰したので弱火にしていきます。で、弱火で25分というわけで、こいつに25分設定してもらわないとね。この葉っぱを根元で切って、根元から洗って、どのぐらいのサイズがいいかな。細かいのもうまいんだけど、今回細かめでいこう。このぐらいの細かいのもなんか好きなんですよね。大根とかカブとかって葉っぱめっちゃうまくないですか？僕すごい好きです。これを僕料理好きですけど、割となんだろう、よく言えばこだわりすぎないので、味噌汁とかも全部ぶち込んで火かけて沸騰したら OK みたいないう感じでやってます。順番にこだわらないわけじゃないんだけど、逆に知らないって感じですね。どういう風に味噌汁をやったら美味しいのかみたいな。カレーとかも一緒ですね。カレーも具全部ぶち込んで、炒めるもん炒めますけど、どう分かな。福井のお豆腐は正方形なんですよね。面白い。ほい、油揚げ1枚で足んないな。油揚げはいつも冷凍してます。買ってきたらもうすぐ冷凍しちゃう。冷凍しても質感変わらないんで、油揚げは持ちも良くなるし、あとは切りやすい。これ今冷凍庫から出して時間経ってきますけど、冷凍庫から出てすぐのやつはめっちゃ切りやすいです。柔らかい油揚げって切りにくいですよね。ちょっと苦手。なんかね、福井の油揚げ、これ千葉にないんですけど、この四角なんですよね。面白い。
幅的にこっちかな。よいしょ。凍ってるセクション切りやすい。一番いいっす。ちゃんと切れない。ちょっとちゃんとしたまな板欲しいですね。これ切れない、なんかへこんじゃってうまく切れないことがよくあります。 OK。 ちょっと水分足りないんで水分足して OK。 油がそれで火を鍋です。土鍋。 OK。 ご飯も味噌汁も、仕込み中。あとご飯は15分ぐらいかかるんで、15分経ったら止めて、でさらに15分蒸します。なんでその間に片付けていきますか。できる男は料理作りながら片付けもするって言いますからね。片付けていきます。超びっくりした。お帰りなさいまし。社長が帰ってきました。埼玉からノンストップ。パラダイス工房ですか、それとも昆布茶ですか、それとも両方ですか。 OK。 今日めっちゃ暑かった。受講部もめっちゃ暑かった。お酒じゃありません。今動画撮ってるんですよ。そう。こちら昆布茶。YouTube 用っすね。酵素ジュースダブルで。はい、ありがとうございます。つけといてね。はい、つけて。いつもありがとうございます。作りすぎだね。僕1回にめっちゃ作っちゃうんですよ、量。社長が作りすぎじゃないっていう。作りすぎ疑惑が。はい、これは5日分です。5日分です。はい、さらに。社長です。お帰りなさい。食べます。いつもサポートありがとうございます。今度は昆布茶。ほぼ1キロみたい。だって喉乾いてたし。埼玉から何時間？福井まで5時間半。どっち回りで来たんですか？新潟回り。ああ、僕が行ったことない経路。5時間半ぶっ続けで運転しておしっこしないで、すごいですね。今ここで帰ってきて、じゃあただいまって車ついてすぐこっち来たんですか？こっちに帰ってくるっていう。お仕事は上々でしたか？うん、お疲れ様です。はい、はい、じゃあ帰るね。 OK です。疲れた。お疲れ様でした。じゃあごゆっくり。はい、お疲れ様です。もう社長矢野さんはめっちゃ面白いし、めっちゃ優しいし、めちゃくちゃお世話になってて、なんかいろんな形で、もちろん吉祥住建に対しては自分のこの今回の活動を通して企業対プロフェッショナルな形をしっかり築いて、向こうにもメリットがあるように活動したいと思ってます。で、僕のこのような活動に賛同してくださる方がたくさんいると、僕も今後活動がさらに活発にやれることができますし、ぜひもしそういうような一緒にちょっとやりたいよなんて言ってくれるような方はぜひ、お問い合わせいただけたらと思います。YouTube の方から、お問い合わせすることができるようになっていますんで、もし興味がある方はいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。 OK、 タイマーが鳴ったんで止めます。止めて15分蒸らす。
味噌汁もだいぶいい感じかな。かぶに火が通ってたら OK なんだけど、全然火通ってますね。 OK。 そしたらなんでしょうか、一つするのは酒かす。これは熊沢酒造っていう茅ヶ崎の酒蔵の練りかすですね。練りかすっていうのは酒かすを寝かせてあるものでございます。こんな感じ。あんまいっぱい入れないです。あんまいっぱい入れると味がやられる。こんな感じです。練りかすをお味噌汁に炊いてあげる。酒かすを味噌汁に入れると、かす汁ってありますけど、そんな感じ、よりコクとうまみが出るっていうようなイメージですかね。僕も最近日本酒に興味を持つようになって、酒蔵に行った時に酒かすをもらいまして、お味噌汁に入れると美味しいよとか、いろいろパンに入れるとチーズ風味になるだとか、それこそスイーツであったり、ほんと何でも入れてみるとお肉が柔らかくなるとかですね。塩麹みたいな使い方もね、なんかできるみたいなんですけど、その肉をつけたりとか、僕はもっぱらお味噌汁に入れています。結構な量入れてるように見えるかもしれないですけど、結構な量作ってるんで、こんなもんですかね。目分量ですけど。よし、もう酒かすだけで味噌汁完成みたいな色になってますけど、お味噌加えていきます。お味噌もね、自分で作ったりとか、味噌を作ってる味噌をこうなんだろうな、天自家製の麹とかを使って作ってるようなところの味噌をゲットしたり、自分で味噌作りたいなとか思ったりしてるんですけど、まだ福井に来て間もないですし、今はスーパーで買ったお味噌です。本当はね、味噌こしとかあると調子いいんでしょうけど、なんかあんまり汎用性のない道具って好きじゃなくて、僕結局キッチンウェアって、100均に行けば分かるんですけど、とてつもない量のキッチングッズってあると思うんですよ。例えばゆで卵を切る機械だったりとか、味噌こしもそうですけど、すりおろすものにしても、日本の昔からある鬼おろしとかもそうですけど、鬼おろしを使うことって今のところあんまりなくて、分かんないです。やったことがないから、もしかしたらすごく美味しいのかもしれないけど、あんまりキッチンウェアを増やしたくないんですよね。今後バスで旅をしていく中で、料理をしていくっていうのもあって、余計にやりたいことたくさんあるんですけど、なるべくキッチンウェア増やさずに、機能的なあれにも使えてこれにも使えるみたいな。お玉なんてもう何にでも使えるじゃないですか。例えばさっき作ったおからをよそうのにも使えたりするし、汁物だったらね、もうお玉なしには何も考えられないですけど、このお玉って例えば中華鍋があったら、このお玉でやるかどうかわかんないですけど、中華鍋基本炒めるときは箸じゃなくてお玉ですからね。そういう汎用性のある道具ってなんか、僕男ですし、そういうのすごい好きだなって。男ってそういうの好きな人多いと思うんですけど、僕はそういうの好きだなって思います。なんで今後旅をしながら汎用性のある道具いろいろゲットしていきたいなと思ってます。さあどうでしょうか。完璧 OK。 これでは味噌汁は出来上がりです。よし、じゃあ
こっからご飯を蒸らしていくんですけど、蒸らしてるんですけど、そろそろちょっと厚揚げさん焼いちゃおうかなと思います。片付けしながら厚揚げさんを焼いていく。僕は好きで鉄のフライパン使ってます。これはたまたま巡り合ったもので、ルームクリーニングをやってる時に、あるお家をいろいろ物が残ってる中、片付けしてた時にこの鉄のフライパン出てきて、僕鉄のフライパン欲しいなと思ってたんですよ。普通のフライパンってテフロン加工とかがしてあるんですけど、あんまりテフロン良くないんじゃないかなっていうふうに思う節があって、で探してたところ、これオールクラッドっていう結構老舗の、海外のブランドなんですけど、オールクラッドっていうこのフライパンに出会って、これありがたいと思って。結構汚かった、この周りの茶色いところが全部みたいな感じだったんですけど、重曹をつけて磨いたらもうこんなピッカピカになって、あざーすと思って、これが、しかもついであるんですね。このちっちゃいのとでっかいのと両方拾いました。なんでこれ無料です。調べたら多分1個 2,3 万ぐらいするフライパンなんですけど、あざーすって感じでね。ここに今朝買ってきたお揚げを入れます。これがうめえんだ、マジでうめえんだ。もう福井に来てなんかこの厚揚げしか食ってないんじゃないかっていうぐらい厚揚げばっか食べてます。でその隙に長ネギトントンしていきます。やっぱり切れにくいな。このまな板本当に好きじゃないです。僕のじゃないんですけど、解体現場で木のでっかいのがゲットできたら、それを自分で製材してまな板にしたいなと思ってるので、うかつにまな板買えないんですよね。ビジョンがあるんで。僕ネギたっぷり好きなんで、ネギは死ぬほどいっぱいですね。オッケー。あー、おいしそう。めっちゃいいタイミングでひっくり返したでしょ、これ。Perfect. This is what we call perfect. ここからちょっと弱火で攻めていく。焼いてる間にご飯がそろそろ炊き上がったっぽいんで、ご飯をやっていきます。よし、ほい、どうかなー。いいよ。圧力抜くの忘れてた。圧力抜いて OK いきます。炊けたかな。ほい。おお。どうかな。あっちゃい。あっち。あー、だいぶいいですね。お、うまそう。あ、結構柔らかめだな。少し水つけるとやっぱり相当柔らかくなるね。今日の夜と明日の朝と明日のお昼。で何？3号です。もはやもち米。柔らかすぎるぐらいだ。
はい、ありがとうございます。矢野さんがムツ2匹目持ってきてくれた。ありがたき。明日の昼飯もゲッチュ。あっちあっちあっち、うわっ、あっちマジで熱い。熱い麺を上にしてるんですよ。これなんでかっていうと、まな板が熱いの多分あんまり得意じゃないから。よいしょ、 OK で、そっちにネギ3本いきます。ネギ3本で、ここに生姜も僕は基本的に皮のままいっちゃいます。ちょっとぐらい泥がついててもそのままいっちゃいます。ちなみに生姜大好きです。生姜のスポンサーになっていただける方、ぜひお願いします。年間でおそらく3キロから5キロほど消費すると思います。もっとかな。マジ生姜がないと生きていけないレベルで生姜は食べてますね。何にでも結構生姜かも。お豆腐系はもちろん、お刺身も生姜で食べる。まあカツオとか特にですけど、青物系生姜で食べるのが好きですね。あとはもちろんこの厚揚げ、おそば、結構何でも、カレーとかにも結構がっつり入れますし、でまた豆腐系にもがっつりいっぱいかけるのが好きなんですよね。よし、出来上がり。よいしょ、イエーイ。おひつのお米、やっぱちょっとつけるとすごい水吸うんだな。もっと水少なくて良さそうだけど、まあもちもちの玄米ということで、よし。はい、玄米ご飯、お味噌汁、かぶと油揚げと豆腐のお味噌汁、こちらがレンズ豆、ひよこ豆、こんにゃく、レンズ豆、ひよこ豆、こんにゃく、人参、ネギ、ひじき、ごぼうのおからでございます。そして厚揚げ、そして今日は6月2日、ムツの日ということでムツでございます。豪華。いただきます。いただきます。まずはお味噌汁から。かぶうま。ここからあとちくわも入ってますね。油揚げも入ってる。うまい。ヘルシー。そして醤油置いてきちゃったので、じゃあムツいただいちゃいましょう。おしゃれですね、笹の葉が。誰にいただいたんだろう。僕は社長からいただきました。
箸こういう風に使うのってお行儀悪かったりするのかな。基本お行儀悪いんで、そんなこともないか。いただきます。わあ、絶対美味しいこれ。うわ、とてつもなくうまい。なんだこいつ。ご飯もちもち。いやー、なんかムツって誰だろう。ムツゴロウしかちょっとわからないですけど、カサゴ系のなんか油のすごい乗ってるやつって感じがしますね。ムツ、美味しい。ありがとうございます。あとお醤油。これは大光のお醤油、滋賀県のお醤油屋さんです。ここに福井に来る前に Google マップで探して寄ってきました。寄ってよかった。素晴らしいお醤油だった。ピピッとしていただきます。うまっ。すごい。ムツを食べたとのに負けない。美味しい。もう一個。うまい。素晴らしいですね。福井の厚揚げ、ムツにも負けません。そしてもう負けるとか勝つとか勝負をしていないこのおから。美味しい。僕のおからは結構ファンが多いです。彼女も大好きだし、彼女の家族もすごい気に入ってくれて、矢野さんもめっちゃ好きっす。今回これひよこ豆入れたんですけど、ひよこ豆さんもいい感じ。箸置き欲しいな。というわけで美味しくいただきます。